今回は RX110 ガブスレイを紹介します。宇宙世紀0087のグリプス戦役は一年戦争以来の戦乱であったため、モビルスーツやモビルアーマーの性能が飛躍的に進歩した。中でも、モビルスーツ形態とモビルアーマー形態を両立する変形機構を取り入れた可変モビルスーツ、可変モビルアーマーが開発され、戦場の花形となっていく。その中で、ガンダムと同じ RX ナンバーの型式を持ちながら、異色の開発経緯を持つ連邦軍製 TMS RX110 ガブスレイが開発された。ガブスレイの開発経緯は、ティターンズ内でのパプテマス・シロッコの台頭に深く関係している。型式番号 RX110 は、ルナ2交渉で10番目に開発された連邦軍の試作機であることを示すが、実際は、ティターンズの意向で開発されたのであった。これに関与していたのが、木星帰りの天才、シロッコであり、ガブスレイは、RX ナンバーの連邦軍製 TMS という、体裁を取りながらも、BMX ナンバーのモビルスーツに限りなく近い存在であった。ガブスレイは、RX178 ガンダムマーク2の開発者たちによって作られた。シロッコが開発した BMX000 メッサーラの可変技術を応用したムーバブルフレームを導入し、モビルスーツ形態とモビルアーマー形態の両方で高性能を発揮することに成功した。しかし、構造の複雑化によるコスト高のため、量産されることはなく開発は中断された。生産された3機は、ティターンズのジェリノメサチューイとマウアーファラオ少尉が登場し、優秀な戦果を挙げたのである。登場作品は、1985年3月放送の機動戦士ゼータガンダム、2005年10月公開の映画機動戦士ゼータガンダム2恋人たちなどです。RX110 ガブスレイの機体性能スペックです。ガンダムマーク2との性能比較です。ジオングとの性能比較です。サザビーとの性能比較です。サイコガンダムマーク2との性能比較です。クイーンマンサとの性能比較です。ノイエジールとの性能比較です。特徴的な頭部の形状は、昆虫をイメージさせるシルエットとなっている。
モビルアーマー形態時には、背部のヘッドカバーに覆われる。腕部にはビームサーベルを内蔵している。上腕部は、モビルアーマー形態時には大型スラスターとして機能する。ここまで、巨大な推進機を上腕部に有する可変モビルスーツ、可変モビルアーマーは珍しい。逆部は、内部のムーバブルフレームと外部の装甲によって構成されている。モビルアーマー形態、半モビルアーマー形態時は、フレームと装甲が分離する得意な可変構造を採用している。その際、フレームは腕として機能する。剣部には、可動式のメガ粒子砲を備えている。補助兵装としての意味合いが強いが、出力は、一般的な主力モビルスーツのビームライフルを大きく上回る。変形は、機体にかかるストレスが大きく、構造材の強度が重要だった。その条件は、ガンダリウムガンマによってクリアしている。バックパックを持たない構造のため、リアスカートと脚部スラスターが、モビルスーツ形態での推力を担っている。ヘッドカバーが上側にスライドし、腰部にフェダーインライフルをマウントできる。変形プロセスをムーバブルフレームとマグネットコーティングを組み合わせて円滑化したことにより完成度が高められた。露出した脚部ムーバブルフレームをクローアームとして転用することでモビルアーマー形態時でも格闘戦を可能とした。モビルスーツ形態で肩に設置されていたメガ粒子砲はモビルアーマー形態に変形後も使用可能。さらに、砲身の向きを変えられるので、見た目よりも広い車角を有している。下腕部を巻き込むようにして、折りたたむことで、内部のスラスターが後方に向く。このスラスターは、モビルアーマー形態での使用を重視したものである。モビルアーマー形態では、機体全部を守るスカートアーマーは、変形時にスライドして、隙間を閉じることで耐弾性を向上している。スカートアーマーに設置された10機のスラスターと、腰部アーマーの6機のスラスターが、推力の大半を担っている。コクピットは、グリプス戦役において、スタンダードな全天周囲モニターとリニアシートを採用。胴体部にレイアウトされており、ハッチは上側に開く。ビームサーベルを、腕部装甲内に2機ずつ、計4機装備している。一般的な機体に比べて数が多いが、出力は 0.55MW と、決して低いものではなかった。射出された基部をマニピュレーターで保持するが、収納状態でもビーム場を展開できる。ムーバブルフレームの採用と、シロッコが提供した可変技術により、ガブスレイは DMS としての戦闘力を損なうことなく小型化に成功した。また、可変機の常として固定兵装が盛り込まれているが、携行式のフェダーインライフルを主兵装とし、固定兵装に頼らないフレキシブルな戦闘が可能。モビルスーツ、モビルアーマーの両形態の持ち味を十二分に発揮した機体である。その一方で、整備性やコスト面に問題があり、量産化には至らなかった。主兵装のフェダーインライフルは、RX139 ハンブラビにも採用されたロングバレルビームライフルである。ビブからは、ビームサーベルを発生させることも可能で、未使用時は背部にマウントされる。フェダーインライフルとビームサーベルが兼用である点や、上腕部に収納したままビームサーベルを展開できるなど、柔軟な兵装運用システムが格闘性能の高さに寄与していたと考えられる。メガ粒子砲は、両肩の固定兵装で、背面も狙えるほどの広い可動域を持つ。同時射撃や、別々に撃ち分けることもできる。出力は 4.2MW で、信号弾を撃つことも可能である。後頭部には、バルカン砲も備えている。逆部ムーバブルフレームの機構を転用したクローは、モビルアーマー形態での運用を想定されていたが、中間形態と呼ばれる、半変形状態でも、逆部ムーバブルフレームのみを露出させて、クローを使用できる。この装備は、
射撃姿勢を維持したまま近接戦闘を仕掛けられるだけでなく、敵の意表をつく隠し武器の意味合いも強い。ビームサーベルでの近接戦闘とは性質が異なるが、実戦向きの武器であったことに間違いはない。ラプラスの箱事件の際に回収されたバイアランカスタムにも苦労が組み込まれている。ガブスレイの変形シークエンスを説明します。1、モビルスーツからモビルアーマーに変形する場合、まず、腰部を支点に上半身が後方に倒れる。2、折りたたんだ腕部を内側に引き込み、スカートアーマーを上方で閉じる。腰部が前方にスライドし、逆部はフレームと装甲が分離する。3、ヘッドカバーが機首側にスライドして固定される。逆部フレームは、かかとを支点に、クローの形に展開することで変形が完了する。宇宙世紀0083に始まった可変機の開発は、グリプス戦役時に最盛期を迎え、ティターンズ主導の連邦軍によって多くの機体が生み出された。BMX000、メッサーラ、パプテマス・シロッコが手掛けた TMA で、木星圏で独自に開発された機体。初期 MA の機能と条件を高水準で満たしている。RX110、ガブスレイ。パプテマス・シロッコの技術協力を受けて開発された、連邦軍初の TMS。複雑化を伴わないムーバブルフレーム構造により性能を高めている。RX139、ハンブラビ。グリプス戦役後期に連邦軍が開発した TMS。変形機構を簡略化して、オプション並走の運用が可能となったため、高い総合性能を発揮した。NRX044、アッシマー。連邦軍が初めて開発した大気圏内用 TMA で、高高度迎撃戦闘を目的とする。ムーバブルフレーム構造を採用していないのが特徴である。ORX005、ギャプラン。NRX044、アッシマーの性能を踏まえて開発された連邦軍製 TMA。ムーバブルシールドの可動式スラスターにより、変則的な機動性を発揮した。NRX055、バウンドドッグ。サイコミュシステムを搭載した連邦軍製 TMA で、スカートアーマーの内側に機体を収納する得意な変形機構を有している。MRX009、サイコガンダム。村雨研究所で開発されたニュータイプ専用 TMA。制圧戦闘に主眼を置いた大型機で、モビルアーマー形態に変形が可能。移動用最適な運用を想定していた。MRX010、サイコガンダムマーク2。MRX009、サイコガンダムのコンセプトを踏襲したニュータイプ専用大型 TMA。ベース機とほぼ同じ構造の変形機構が採用されている。パイロットは、ジェリノメサ注意と、エウンゴの新型なのか俺はついてる。シロックめ、エウンゴはジャマイカに任せて自分だけいい子ちゃんになろうってのかいとマウアーファラを少尉。全く違う方向から河川が走った。ジェリドは下がれ。強力なメガ粒子砲だ。守ってみせるって言ったろ、ジェリド。マウアーはジャブローのニュータイプ研究所で訓練を受けた女性士官である。普段は物静かだが、道理に合わないことは上官であっても容赦しない発言をする凛とした性格だった。ジャブローから脱出する最中に偶然ジェリドと出会う。その後、グリプス戦役中盤のアポロ作戦の直前で二人は再会する。そしてジェリドのまっすぐさに惹かれパートナーとなる。直上型のジェリドは周りと衝突が絶えなかったが、そんな時でも彼に寄り添い諭す場面もあった。ジェリドを小物扱いするシロッコの誘いを蹴り、
もう一度一緒に戦うことを決める。そして最後まで自分の信念を貫いて散っていくのであった。マウアー・ファラオの人物相関図です。マウアーはジェリドに惹かれ、パートナーとなる。ガブスレイをくれたシロッコには不信感を抱いていた。ガディの作戦が大当たりし、アーガマをかなりのところまで追い込みます。マウアーは幻影となり、愛するジェリドに最後の警告をするのであった。仲良く模擬戦をしていたジェリドとマウアーにシロッコが仕掛けます。ならば、シロッコ大尉、感謝します。いい腕だ。見込んだだけのことはある。マウアーを失ったジェリドが怒って、アーガマに特攻を仕掛けます。カミーユ、貴様。なんでお前はいつも。よしマウアー。いけるぞ。エマ。あれは普通じゃない。RX110 ガブスレイの動画はこれで終了です。この動画が気に入った方、応援してくれる方は高評価とチャンネル登録をお願いします。